どうも皆さん、カイトです。カラスがソウルを狩るアクションゲーム、デスドアというゲームをご存知でしょうか？こちらは2021年7月20日に Steam で、2021年11月23日にも Nintendo Switch と PS4 でリリースされるゲームになります。こちらを早速クリアまでプレイしたんですが、すごく丁寧に作られた極上のソウルライクでしたね。いつも以上にテンション上がってるんですが、めちゃくちゃ面白かったです。最近の私のプレイ作品ではベスト3に入るぐらいの勢いですね。今回はデスドアというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですけど、死神カラスのダンジョン 3D ソウルライクになります。ローグライクを思わせるダンジョン要素に死に戻りが基盤となるソウルライクを掛け合わさったイメージを持ってもらえれば良いかなと。主人公はソウルを狩る死者の代理人リーパーことカラスになり、魂を集めるために各世界につながっているドアをくぐり攻略をしていきます。体力はマス目表示で表現されており、魔法は下のソウルゲージを消費して発動していきます。こちらはダンジョン内のものだったり敵を殴ると回復するので維持するのは良いですね。攻撃方法としては通常の剣での近距離攻撃、魔法として分類される弓などの遠距離攻撃の2パターンなので、自分なりの工夫した戦闘で楽しめるのも面白いところかなと。後々攻撃の武器としては5種類、魔法は4種類と増えていくので、敵と対峙する際やギミック動作の時などが有効活用できます。当然回避動作や必殺切りなどもあるのでソウルライクしているなってなります。次にストーリーを説明すると、主人公のリーパことカラスは死者のソウルを刈り取るために日々出勤をしていました。ある日、自分が担当しているソウルが何者かに盗まれてしまい、物語は急激に動き出すことになります。死が蔓延していた領域に盗賊が逃げ込んだのが分かり、追いかけることになるが、そこでは天寿を超えている寿命を持つ強大なモンスターたちが待ち受けているというお話ですね。そしてこのゲームの魅力になるんですが、1、丁寧に作り込まれたソウルライク。死者の代理人リーパーというソウルの世界が舞台であり、モノトーンの仕事場から扉に入ってからの色鮮やかなダンジョンマップ、3D デザインからのユニークなキャラクターの数々、 BGM などもとても丁寧に作り込まれてますね。戦闘バランスも絶妙で、敵のパターンが統一されているので怠慢では軽く余裕で倒せますが、複数で襲いかかってきた時の対処が結構ハラハラものなので、こいつを倒してからこいつのように考えさせられるのもめちゃくちゃ戦略性もあるなと。爽快にカラスが動けるのもあって、足場を踏み外したの落下ダメージが頻繁に起こるのも、うわやっちまったというのもしばしば叫んでしまう。仮にデスしても扉前からの復帰で強化に使える得得ソウルも失わないので安心してデスれますね。いやデスらないのが一番だけども、でもデスる。2、実はメトロイドバニア感もあるゲーム性。私がハマりにハマりまくっているメトロイドバニア感もあるのがこのゲームの特徴です。感覚としてはゼルダの伝説やハデスに近いものがあり、ダンジョン内を探索することで色々獲得できるのも大きな点です。特に魔法で色々なギミックを解いていくのが非常に面白いんですよ。いや炎、爆弾、フックショットという異なる4種類があり、ギミックに巧みに当てながら突破していく、このパズル要素も飽きさせない工夫ですね。さらに敵との戦闘でも大いに使えるので、短距離と近距離でうまく組み合わせての蓄積ダメージや幅がかなり広がるなと。途中で拾えるアイテムとしては、植木鉢に花を添える種からソウル玉、そして収集物、キラキラ輝くものなどやり込み要素も満点なのも良いです。ちなみに敵を倒すことで得得できるソウルでカラス自体にバフをかけれて、強さ、器用さ、スピード、魔法の4項目を選択できます。個人的には近距離で戦うことが主になるので、強さに集中してブーストをかけるのがクリアしやすいかなと感じ取られましたね。あとはお好みですね。こういった点も含めておすすめの一つです。3、個性にあふれるダークなキャラクターたち。死者の魂を狩る者リーパことカラスが絡んでいく人物たちは個性的なキャラが数多く存在します。事務所の仕事仲間からとある森の壺男、自分をデスしてほしい墓守から個性的なボスの数々などセリフをはじめ、いろいろと考察させられる部分があります。根底にデスから逃れたためだけに長く生きながらえる方法を模索した結果というのも関わっていくので、敵であっても結構な愛着が湧いてしまうのがうまいなと。死者の世界というパワーワードを常に感じることができます。4、気になる難易度はちょうどいい。このゲームに難易度設定はなく、優しい、普通、難しいと聞かれたら
ちょうどいいが正解かなと思いますね。結構なデス数を稼ぎ出すと思いますが、ほとんどが自分のミスによるものなので、工夫を凝らすことで難なく突破できるのがバランスブレイクしていないなと。ボスに関しても見た目とは裏腹に勝てないということはないので、ストレスなく倒せるなと。もし勝てないと感じたらソウルをひたすら集めてバフをかけて挑むのもありですね。正直ボスよりもステージ途中での雑魚ラッシュの方がかなり難しく感じるので覚悟してください。いきなり来てマジでビビりますね。5、クリア時間は10時間かからないぐらい。ストーリーメインでクリアを目指すのであれば10時間かからない程度でクリアできるかなと。また収集アイテムの回収やクリア後要素を完璧にするのであれば15時間ほど見ておけば良いかなと。おまけ的な要素もたっぷりと楽しめるのでぜひクリア後まで楽しんでもらいたいですが、メインストーリークリアでも十分満足できるレベルなのもいいですね。以上になります。カラスがソウルを狩るアクションゲームデスドア。個人的にはめちゃくちゃ面白いのでぜひ皆さんでプレイしてカラスでブンブンソウルを買ってみませんか。きっと知らぬ間に色々と他の方に勧めていると思いますよ。Steam 以外でも Switch と PS4 で11月23日にリリースされるのでぜひぜひプレイしてみてください。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。